皆さんこんにちは、こよいこなんです。一応ね、クリスマスモードということでちょっとサンタさんになってみました。今回はですね、コナンサンタが皆さんの恋愛の愚痴や悩みなどの相談に乗る聖なる質問返しのコーナーです。あだこうだ言わずすぐに答えていきましょう。ちょっとインスタで募集したので抜粋して答えていきます。はい、彼氏とツーショット撮るのが恥ずかしくて言い出せないです。かわいい。何かいい方法ありますか？普通にカメラをインカメにセッティングしてねえ持ってって言って持ってもらってピトッってこう肩にピトッってやれば撮るでしょ。もう撮らざるを得ないでしょっていう強引なのか自然なのかわからないですけれども、そういう方法でやってみてはいかがでしょうか。結構ナチュラルだと思うんだけど。次、彼氏作る気ないと言っている年上女性と付き合うにはどうしたらいいですか？これ言ってるだけでいたらなんかいい人がいたらいいなみたいな人はタイプはいると思うの。私が基本そうで、別になんか彼氏すごい欲しいってわけでもないけど、いい人がいたらお付き合いしたいなみたいな感じだから、実際アタックし続けてみたらいい雰囲気になる可能性は個人的にあると思います、だからこう諦めずに普通に好きな気持ちを態度でも言葉でも示していってみてはいかがでしょうか。その気になることは全然あると思うよ。次、片思いの子をデートに誘えたのに前日にドタキャンされました。これってもう脈なしで無理ですかね？無理ですね。ドタキャンってさ、こんな気になる人のクリスマスじゃなかった、デートのね前日にドタキャンって何があってもしないじゃん、好きならね。つまりそれはもう脈なしだわ。ごめんなさい。まあでも次への扉が開いたということなのでおめでたいことですね。おめでとうございます。次、好きな異性のタイプと仲良くなりやすい異性。これ私への質問ですね。好きな異性のタイプ、これさもうなんかさめちゃくちゃむずくない？もうなんか何周も回ってさ、好きなタイプって答えてなんて答えたらいいか分かんないんだよ。強いて言うならこう私にもだし何事にも誠実な人、あとちょっとおかしい人がいいかな。で仲良くなりやすい異性はね、私ね友達にならないんですよね。異性と男友達が基本的にいなくて、まあなんか前のお仕事の時に職場が同じ時だけ仲が若干良かった人はいたけど、それを男友達としてカウントしていいのであれば趣味が合う人だよね。やっぱり漫画が好きとかめちゃめちゃ少年漫画が好きな人とかめっちゃオタク気質な人は仲良くなるかな。次、今まで彼女がいたことのない25歳で女性と話すのが苦手なのですが克服方法を知りたいです。場数ですね。なんかもうさ、慣れてるか慣れてないかとかさ、なんかいろんなことへの余裕がやっぱ喋りに出ると思うから、もう喋るのが慣れてないっていうのは完全に場数ですね。もはや遊んでみてもいいと思うし、とにかくいっぱい職場でもいいからもう異性と話す機会を作るしかないと思います。次、若い頃は遊んだ方がいいですか？遊びたいっていうタイプなのであれば遊んだ方がいいと思う。なんか年を取ってから遊び始めるのちょっとなんか遅咲きみたいな感じだったらもう若いうちに遊んでおいて、年取ったら豊かな生活になんか切り替えた方がいいんじゃないかなって、まあ私はの場合なんだけどって思うから、遊びたいんだったら遊んだらいいと思うし、まあ年を取っても遊びたいなら別に遊べると思うし、私は一生遊びたいって思ってない派だから生涯遊ばないで終わりそうです。こんな人もいます。次、好きな女の子に喋りかけることができません。どう声をかけたらいいんでしょうか？これさっきの質問にと同じか。でも好きな子がいるんだもんね。好きな子だったらもう喋りかけないと誰かに取られちゃうから、早く喋りなさい。取られます。早く行けって感じですね。頑張ろうね。はい、
次。女子に授業中にティッシュを貸したのですが好きになってくれましたかね。ティッシュじゃならんかもな、それは。ティッシュじゃないものだったらなんかあるかもしれないけど、ティッシュはちょっと気にならないかな。どういう風に貸したっていう、ティッシュを貸すっていうことが私は初めて聞いたからちょっと面白いこれ。次。彼氏の LINE の頻度が遅い。早く返せ。いやもう LINE の頻度が遅い人はダメですよ、絶対に。仕事もできないと思っているので、仕事できる人はやっぱレスが早い、連絡が早いから、もうそれを私生活でもできないのはダメだと思いますね。連絡はたくさん返しましょう。次。脈ありっぽいこの態度がただ思わせぶりなのか本当に脈ありなのか見分ける方法はありますか。聞くしかないよね。絶対聞けないと思うんだけど、脈ありか思わせぶりか、ちょっと話を詰めるしかない。なんかじゃあデートするかしないかの話だったら本当に日付をちゃんと決めるようグイッと詰めてみるみたいな、どっかで一歩こっちが踏み込んで本気な気持ちを見せつけないと見えてこないと思います。だからちょっと一歩踏み込んでみてもいいかもしれない。次。パートナーが日常的にエロ動画や画像を見て冷めちゃいます。冷めます？これは私の心狭すぎですか？いいえ、普通に冷めます。私は見るのもちょっと気持ち的には浮気かなって思っちゃってるタイプだから、もうだったら私のを見ればいいじゃないみたいな、だったら私のことを毎回ずっと記憶してみなさいよみたいなことを思ってしまうタイプだから、全然心狭くないです。これはみんな女の子大半がそうだと思う。それかせめて一緒に見てほしいよねとは思う。だから普通にやめてって言いましょう。私でよくないって言いましょう。言いづらいのかな。次。告白しようと思ってる相手がいます。どういう告白が一番女性に響きますか？これは間違いなく超ドストレートに言ってください。ほんとドストレートでいいの。なんか変ななんか君のこれが好きであれが好きとか言わなくていいから、めちゃくちゃ好きなんで誰にも取られたくないんで付き合ってください、お願いしますでいいです。もう変な他いらない、めちゃくちゃ好き、付き合ってください、お願いしますでいい。お願いしますって言われたら結構なんか紳士的だなと思って好感度高いかもしれない。頑張ってね。いいですね。次。彼女に仕事が忙しいって言われて別れたんですけど、そんな理由って存在すると思いますか？するのかもしれないけど、まあしないです。嘘つきました、しないです。やっぱ世の中海外セレブの方とかね、ハリウッドスターの方にも彼女しかりお嫁さん、奥さんがいるじゃないですか。その時間を取れてるわけですね。だから海外スターでさえそんな相手がいるのに、一般人の私たちが忙しいなんて言ってられないんですよ。なので存在しません。次。いつも応援してます。コナンさんが思う異性の好きとは何でしょうか？これめちゃくちゃさ、幼稚な気がするんだけど、もうこれしかなくて、好きな人でしょ。で、自分が一人でお出かけしてて、お買い物してて、ご飯食べてて、その時その人のことを考えてたらもう好きかなって思う。お洋服買ってる時にあの人これ好きかなとか考えたらもう好きだと思う。そんなレベルの基準です。十分でしょ多分。次。なかなか本気に恋に落ちないんですがどうしたらいいですか？これは本気になる人が現れてないだけだと思います、単純に。でも待てばいいと思うし、本気になるまで、本気の人が現れるまで待てばいいと思うから待ちましょう、本気の人ができるまで。次。巨乳じゃない人と付き合えないのは一種の病気でしょうか？病気じゃないと思う。女の子にもあれがいるじゃない、背高くないと無理。これ本当にいるから、180せめて175以上ないと本当に無理っていう人とか全然いるから、絶対綺麗な二重がいいとか、そういうフェチの人っているから、これは全然普通なことだと思います。巨乳見つけてください。次。小町の恋愛のモットーはストレスをためないです。そのストレスは不安とか不満とかそういうことから来るから、もう絶対なんか不安に思ったらすぐ言うし、不満というか嫌なことがあったらすぐ優しく伝える。絶対溜め込まないっていうくらいですかな。で、お互い何でも言い合える、お互い素直な関係でいようねっていうのがモットーですかね。これでモットーで合ってるのかな。
次、仲のいい女の子から夢に出てきたと言われたんですが、これって男の僕はどう捉えたらいいとですかね。かわいい、いいとですかね。でもさ、夢に出てきたって結構ずるいよね。私も好きな人がいた時に夢に出てきたとかいう嘘ついたりするぐらいだから、気引くために。からこれ手段の一つではあると思うの。ワンチャンちょっと向こうに気があるか、本当に夢に出てきただけか。なのでこれはあなたが意識しても仕方がないと思うから意識しちゃっていいと思います。仕方ないよ、これはするよ、ずるい。次、同性の子を好きになりました。叶う望みがなくうじうじしちゃいます。喝をください。これ多分女の子なんだけど、叶う望みはまあ薄いって思っちゃうね。でも私の友達にマジでいるんですよ。どっちも好きっていう子がいて、本当に北海道に移住しに行ったぐらいもう愛のパワーがあって、お互いに絆があるような関係を築いてた子たちがいるから、そもそもその気持ちは否定しなくていいと思うし、喝を入れるとかじゃないかな、別に。一緒に長い間入れたらいいなっていう風に切り替えたらいいかもしれない。こう振られるのが怖いとか、向こうが完全にそういう感じじゃなくてっていう風だったんなら、気持ちの否定はしなくていいのかなって思うし、そのままその気持ちを大事にしてていいと思います。次、好きな人がクリスマスに違う人と会います。許せない。でもまあそれはもう完全に正直罪って思っちゃうから、まあ年越す前にそれが分かってよかったねということで次の扉が開きました。年越さなくてよかったです。次、どうすれば好きな人を振り向かせられますか？でもね、男は黙ってストレートでいいと思うんです。なんかもう駆け引きとかいらないのよ、実際。女からしたらね、いらないから、もう直球ストレートで言ってください。皆さん結構こうどう伝えたらいいかわからないって人が多かった気がするんでね。次、女の子、彼氏がオンラインゲームで女の子としているのがたまにムカつきます。たまにの時点で優しいと思うの。なんでわざわざ女の子とやってるのかもはや聞いてしまうかもしれません。男性とやったらよくない？なんで女の子なんだろうねって思っちゃうので聞いちゃうかもしれないです。ムカついて当然でございます。っていう感じでもう答え終わっちゃったんだけど、私何分喋ったんだろう。はい、ということで本当に皆さんたくさんの DM ありがとうございました。結構いろんな似た相談が多くて、世の中パートナーがいても好きになってる人って結構いるんだななんて勝手に思いました。皆さんクリスマス明日ですね、明日明後日ですね、どう過ごしますか？少しでもこのクリスマスをこれで楽しんでいただけたらいいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。